皆さんこんにちは、ももあのももです。今日はリクエストにもあったので、私の子育てについて語ろうと思います。私は新ママとして子育てをしてたんですけども、その子育てがめちゃめちゃ大変でしたとか、そういう話をしたいわけではありません。むしろ楽しみながら自分なりに真剣に子育てと向き合ってきた、そんな感じがするので、皆様とシェアしたいと思います。それではももあんの始まり。まず一つ目にお話しするのはお金と選択肢です。新ママになってまず最初に私が思ったのは、片親だからって不憫な思いは絶対にさせないということでした。これは私の中での絶対的なルールだから、とにかくまずは仕事をしました。本職をしながら間にバイトを入れて、めちゃくちゃ働いて、朝は子供たちを保育園に送ってから出勤して、夜は仕事が終わったらそのままバイト先に直行みたいな日もありました。今考えるとよくやってたなーって自分でも思います。なんでそこまでしたのかというと、子供たちの将来の選択肢を狭めたくはなかったからです。大学に行きたいとか、留学したいとか、将来やりたいことが出てきた時に、お金がないから無理っていう理由を言いたくなかったんですよね。子供の夢に親の経済事情で蓋をしたくない。ただ、それだけで私は働き続けました。娘は将来看護師になりたいからと、看護の専門学校へ進学し、そのまま卒業して看護師になったので、そこまで実際にお金はかかりませんでした。しかし、息子は大学に進学して、その最中に留学してみたいと言い出した時期があったんです。正直留学は簡単な金額ではありませんでした。じゃあ、どうやったらいけるか。私は最初から無理とは言わないようにしていました。結果的に私が半分出して、あとは息子のバイト代からって話に落ち着きました。無理って頭ごなしに否定されるのは私も嫌ですし、息子にとって留学はいい経験になるだろうと考えたので、本職プラスバイトをしながらでも行かせてあげられてよかったと思っています。そのせいか、今でも周りから体力あるねってよく言われるんですけど、その時に培ったタフさが今の体力につながってるのかもしれません。そしてその次に私が大切にしていたのは頼ることです。もちろん子育ては全部一人ではできません。私の両親がいてくれたことが本当に大きかったです。一緒には住んでなかったんですけど、母が専業主婦だったのもあって、困った時にはちゃんと頼れる存在でした。私が夜勤の時には保育園の送り迎えをしてもらったり、土日に仕事の時は父も休みなので一日遊びに連れて行ってもらったり、バイトの時も預かってもらったり、本当にサポートしてもらってすごく助かりました。助けを求めるってなんか負けみたいに感じる人がいるかもしれないけれど、私は全然そう思っていません。できないところは助けてもらう。それって当たり前のことだと思うんですよね。しんどいのに大丈夫ですって顔をしてたら、それこそ子供にしわ寄せがいくじゃないですか。だから、しんどい時はちゃんと助けてって言うようにしてました。これは今だから言えることなんですけど、頼るのは家族だけじゃなくてもいいと思うんです。ママ友とか職場の人とか、時には行政のサービスとか、私も学童保育とかファミリーサポートには本当にお世話になりました。一人で抱え込まないっていうのは子育てにおいてすごく大事なことだなって。
今振り返っても思います。ただ、ずっと働いていたので、子供たちと一緒に過ごした時間は少なかったかもしれません。3つ目、パパとの関係。父親と子供の関係についてもよく聞かれるんですけど、私のスタンスはとてもシンプルで、子供が会いたい時に会いたいように会えばいい。それだけです。親の都合で離れることになったわけだから、その時点でもう子供には選択肢がなかったんですよね。だったら、これ以上子供から選択肢を奪いたくない。なので、会う、会わないは子供自身が決めればいい。そう思ったら、親としてできることってそこじゃないかなって考えました。娘も息子も週末など割と定期的に会いに行っていました。なんなら私はバイトに行けるので、とっても助かっていました。時々子供に会わせてもらえないとか、他の方から聞くことがあるんですけど、まあ理由は人それぞれあるかとは思いますが、うちに限ってはありえないことです。今は2人とも大人になって、それぞれのペースで父親と付き合っているみたいです。もちろん、それでいいと思っています。正解は一つじゃないですし、私が決めることではないと思っています。4つ目、放任主義のすすめ。これは、新ママとか関係なく、私の子育てのスタイルとして、割と放任主義でやってきました。やりたいことがあれば、好きなようにやらせる。口出しするよりも見守ることの方が多かったような気がします。もちろん全部うまくいったわけじゃありません。部活を途中でやめたり、進路で遠回りしたりもしました。でも失敗したとしても自分で選んで自分で経験するというのが大事だと思っていたので、最低限必要な基本的な生活習慣やルールを守れない時だけ口を出す感じでした。今思うと、子供たちを叱ることって実はすごく少なかったのかもしれません。怒るというより、なんでやらかしたのと理由を聞いたり、どう思うのと失敗したことに関しての意見を聞くことの方が多かったです。ことが起こってしまった以上、誰も過去には戻れないですし、一方的に怒ったり責めたりしても仕方ないですからね。それが良かったのかどうかは正直わかりません。娘も息子も今、自分の意見をちゃんと持って、自分で決められる大人になってくれたので、結果としてはあのスタイルで良かったのかなと思っています。今は2人とも社会人になって、それぞれの生活を送っています。子供が独立していく時って寂しさもあったんですけど、それ以上にちゃんと自分の足で立ってるなっていう安心感の方が大きかったです。なので、子供たちが自立して子育てが一段落したタイミングで自分の人生も楽しもうとセミリタイヤをするぐらいの気持ちでベルギーへの移住を決めました。私の人生は大きく変わり、今はこっちで仕事はほどほどにしながらのんびり暮らしています。毎日必死だったあの頃を思うと、今の生活は本当に穏やかで、あの時頑張っておいてよかったなって心から思える瞬間がたくさんあります。子供たちもたまにベルギーに遊びに来てくれたり、今は親子というよりちょっと友達みたいな距離感になった気がします。あの頃はねって話をしながら笑い合えるのも放任主義でやってきたからこその関係なのかなって思ったりもします。その様子が YouTube にもアップしている一時帰国の時の親子の会話になっているのかもしれませんね。
その動画のコメント欄にも、友達みたいな会話ですねっていただいてます。新ママで子育てって大変でしょうとか、子供がかわいそうとか、そういう目で見られることって正直まだまだあると思います。でも私が思うのは、両親が揃っていればいいわけじゃないってこと。子供にとってプラスの環境かどうか、それだけだと思うんですよ。新ママで育てた方が子供にとっていい環境だってことも全然あると思います。今、フランス人の夫とベルギーで暮らしながら、日本にいる娘と息子のことを時々思い出しては、よくやったなあ私って自分を褒めてあげたくなる日があります。これから新ママとして頑張っている方、今まさに子育てに悩んでいる方にも少しでも何か届いたら嬉しいです。では、今日はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。